供というのは親の所有物では当然ないし、親からたくさんの影響を受けて育ちますけれども、親が望んだようになるわけではないし、また親が望んだようになることがいいかといったらそうではないということもありますし。ペンネームみーちゃん、50代の女性からいただいたお悩みです。毎日出勤する支度をしながら、また就寝前に一問一答を聞き、車を運転中には決断力、思考力の CD を聞いています。私の一日はまさに和尚様の話で始まり終わります。私は特別支援教育の教師をしていまして、主に教育相談業務をしています。私の人生は結構な波乱万丈でありましたので、さまざまな相談内容に対してもほぼ自分で経験したことが多く、相談者の方の辛さ、苦しさが手に取るようにわかります。仕事としても必要でしたし、自分の心と向き合う必要もあり、心理学やカウンセリングの勉強もしてきました。理論として知ることは非常に大事なことであると感じています。しかし、それゆえに弊害もありました。私もさまざまな悩みを抱えています。心が張り裂けそうな悲しみがあります。でもその悩みを誰にも相談できません。その原因は2つあります。一つは自分が相談したとしても、プロの方だとこう答えるだろうという予測がついてしまうからです。もう一つは YouTube の和尚様の紹介ビデオにありましたが、大事なことはすべて自分の中にあることに気づいたからです。和尚様の一問一答は何回も何十回も見ています。同じ話を繰り返して聞いてもその度に気づくことがあり、その度に自分の生き方と対峙し、実行できることを実行しています。なぜとノートに書きながら、和尚様から教えていただいた仏教の教えと照らし合わせて日々を生きています。たわいもない相談事は友達に話し、気が楽になって笑って終わらせることができます。職場の仲間に恵まれた仕事をしている間は、とにかく笑って過ごせていますので、私が本当は誰にも相談できない深い悲しみの中にいることは皆知らないと思います。和尚様が言われるように、カウンセリング技法は身内の者、親しい人にはうまく通用しないということを実感しています。主に娘のことの悩みが大きいのですが、それも自分が分かったつもりで分かっていなかった未熟さがあったこと、多分過干渉であったこと、一貫性がなかったことだと理解しています。母子家庭であり、娘には不自由な思いをさせないようにと頑張っていたつもりですが、母性と父性を両立できず、また人間としての弱さがあったための結果として、因果の法則として今があると心底感じています。どんなに理屈で分かっていても、季節ごとの風の匂い、美しい景色を見るたびに表現できない悲しみに落ちていく自分もいます。悩み相談にはならないかもしれません。ただ唯一の救いである和尚様にメッセージをいただけないでしょうか。説明できないこの虚しい気持ち、助けてと時々言いたくなる私に一言メッセージをお願いします。お釈迦様の教え、その真理と呼ばれるものの一つに、諸法無我、あるいは諸法非我と呼ばれるものがあります。すべての事柄は私ならざるもの、我ならざるものという意味です。もう少し噛み砕きますと、私たちはこれはが私、これが私らしさ、これは私の子供、これは私の、私たちはこれはが私、これが私らしさ、これは私の子供、これは私のもの、私のこと、いろいろと私たちは私という一つのフィルターを通して世の中を見ていますから、いろいろなものを私的に、
私の考え、私がというふうにして常に私がこうつきまとうわけです。ところがこの私がと言っている私は延々と変わらない私ではなくて、常に状況によって年齢によってその時によって同じ私ではない。例えば職場にいる時の私、家庭に帰ってきてからの私、子供と話をしている時の私、親と一緒にいる時の私、何一つとして固定化した私もなければ固定化した相手もないですね。でもなんとなくずっと私というものが昔からあるように感じている。いつも私というものは、絶対的な私というものは実はない。でないまま小さい時から今まで来ている。これからもそう。でこの不安定感というもの、この不安感、私というものがない不安感、常に不安である絶対的な私というものがないことに私たちの心は気づいている。だからいつも何かこうすがれるもの、何かこう変わらないものというものを求めたいですね。けれどもこの諸法無我、諸法非我という教えのニュアンスは今申し上げたように絶対的に固定化した私というものはいつもない。これまでもなかったし、今もないし、これからもないという現実をそのまま突きつけてくださるのがこの諸法無我非我という教えなんですけれども、ミチャさんの問題は何かというと、いろいろと、そういう特別養護の支援学校の先生をなさっているということで、当然職場でもいろんなことがありましょうし、仕事上の悩みもありましょうし、細かくそのお悩みの内容は書いてないんですけれども、特にシングルマザーということでね、子供に対して負い目がある、こういう状況に置かれた方が当然のように陥る。自分のせいで、親のせいで子供に不憫な思いをさせているというような、この負い目から来るところの子供に対して過保護にしてしまったり、過干渉してしまったり、なんとかこの子には後悔のない人生を歩んでもらいたいという思いが強いがゆえに、振り返ってみると親として自分は子供に対して十分関わってあげられなかった、やってあげられなかったっていう、そのような思いに苛まれる方っていうのは少なくないわけです。ミチャさんの問題ね、一番大きな問題は、娘さんのことが一つの悩みだとするならば、なぜその悩みが起きるのかというと、娘さんを信頼してないからなんです。子育てというのは、人育てというのは育てようと思って育てられることはないんです。親ができることは食べ物を食べさせたり、温かい環境を与えたり、病気の時にその時に寄り添ったり、そういったこの生活を支えていく、ある一定の年齢まではね、生活を支えていく、サポートしていくということはできるんですが、子供というのは親の所有物では当然ないし、親からたくさんの影響を受けて育ちますけれども、親が望んだようになるわけではないし、また親が望んだようになることがいいかといったらそうではないということもありますし、親の望んだようになるということもいいこともありますし、とにかく一人の人間として、自分の子供として、子供がみーちゃんさんがどう働きかけようがどう思おうが、生き物としてちゃんと育っていくんだという信頼がない限りは、ただでさえ自分の子供ですから冷静な心持ちでは見ていられないですよね。子供を持つ親だったら皆さんそういう経験なさってると思いますけど、よその子を見るような冷静な目で
子供を見守ってあげることっていうのは本当に難しいです。さらにそこにですね、自分がシングルマザーであるということ、そのような負い目も重なって、ますますこの子をなんとか幸せになってもらいたい、この子には幸せになってもらいたいという思いが強くなってしまうけれども、実はその強い思いというのはイコール子供を信用してないということなんです。この子供のことを思えば思うほど、子供のことを大事に思えば思うほど、実は子供に発してしまうメッセージはことごとくあなたのことを信用してないよというメッセージになっていくんです。ですから子供というのは当然自分を一個の人格として親に認めてもらいたい。もちろん足りないところはいっぱいあるんですけれども、一個の人格としてできるだけ親に認めてもらいたい。そう思って認めてもらうために親の言う通りにするか、親の言う通りにしないか、そのどっちかになっていくわけです。みーちゃんさんは今ね50代の半ばということで、自分の体の老いとか変化とか将来のこととかそういうことも知らないうちに不安として自分を感じていらっしゃる。でそれだけでない他にいろいろと、このお悩みの中には書いてないんですけども、いろんなことが細々と多分心配事としてある。そこに加えてやはり子供が成長していくにつれて悩みの種類といいますか質も変わってきますからね、種類も変わってきますから、そこにまた今何らかの形で悩みを持っていらっしゃる。私からの処方箋は、そんなみーちゃんさんに対しての処方箋は何かというと、子供にあなたのことをお母さんは信頼してるっていうことを伝え、またそれを態度で示すことです。そしてみーちゃんさんもいろんなことあったけれども、そうやって悩み苦しみながらもたくましく子育てをしているという自分を認め励ますということ。よく私もこの一問一答で話すんですけれど、子供にとって親というのは特別な存在ですよね。親の影響はいいことも悪いこともものすごく大きな影響力を持って子供に覆いかぶさってきます。子供は親に認められたい。でも親は自分が産んで育てた子ですから、おむつ替えてきたわけですから、そう簡単に認められない。他の子と比較してしまえば劣っているようにいくらでも見えるわけです。で子供の好きにしていいよ、あんたの自由にしていいよって、あんたの人生なんだから、お父さんとお母さんはあなたの幸せを願ってるよって言いながら干渉してしまう。心配してるよ、信頼してるよって言いながら疑ってる。そしてこの子は自分では生きていけないと思ってる。この葛藤は本当に親にとっての修行ですよね。だから処方箋はまずは本当はそう思えないかもしれないけれども、あなたのことを信頼していると。人間として基本的なことをきちんと伝えた上で、あなたのことを信頼しているよと。母はあなたのことを信頼しているよ。そのようにいい、そしてそのような態度、後ろ姿を示すということです。私事になりますけども、私も師匠が非常に厳しい人でした。全てと言っていいぐらい、私が自分でやりたいと思うことは否定をされて育ってきました。そのことが私にとっては良かったんですけれども、なぜかというと、自分がこういうことがやりたいと思う、そのことを口にしたらまず否定される。否定されて、だったらもうやめよう、思ったことはやってないですね。でも否定されても、ダメと言われても、お前なんかにはそれはできないとか、そんなことやって何になるとか言われ続けても、やりたいと思ったことが残ったわけです。でその言われ続けてもやりたいと思ったことをやってきて今がある。特にこれは事業なんかであれば、何か自分がこういうことをやりたいなと思ったら、いろんな人がそれを反対したり、お前には無理だって、それをやってもダメだとか、そんなことをやってうまくいった人はいないとか、いろんなことを言うんです。
だけれどもそれでも自分はその声に、外部からの声に、親からの否定に打ちひしがれて何もしないんでなくて、諦めきれずにやってしまったっていうことで、またそれが諦めきれずにやってしまったからこそ結果を出さなきゃいけないと思ったことにつながっていったりします。いろんなそういった親に対しての、子どもの立場からしての反発、過保護、過干渉、また親に認めてもらえてないというような葛藤の中で、確実にそんな恐れた言葉じゃないんですけど、自分がね、自分が認めてもらったとか、親に信頼してもらったと感じたことっていうのがいくつかあって、そのうちの一つが、私が初めてオートバイを免許取って乗って帰った時なんです。大学の時に私親から離れて、師匠の元から離れて、オートバイが欲しくてで、そのためにアルバイトしてオートバイを買って、でオートバイの免許を取るとかね、バイクを買うって言ったら、そんなの危ないからって母親も心配するわけですよね。黙って免許取って、黙ってアルバイトして、黙って買ったわけです。そして東京の大学からお盆の手伝いとかね、そういうことで実家に帰った時にバイクに乗って帰ったんですね。でそれ見て母親がびっくりして「あんたはこのオートバイ自分で買ったの?」って言って「大丈夫、こんなの危ないよ」って。でその時に、師匠である父親はね、そのバイク見て「何でもいいけど免許は一つでも多く持っといて損はないな」って、反対するでもなく賛成するでもなく、その一言を言って、バイクをちらっと見てね、その一言を言って、それ以上何も言わなかったっていうことがありました。で私それ別にかっこいいの買ったなとか、いいの買ったなとか、逆にこんなバイク買ってお前大丈夫、危ないんじゃないかとかね、心配するがゆえのそういうことも何もなかった。免許は一つでも多く持っといて損はないよな。でもその一言が自分が親の反対を受けるかもしれない、あるいは親に反対をされるだろうし、必ず反対することなんですね。それはなぜ親が反対するかって言ったら、私は小さい時からかなり大きな大やけどをして車椅子で過ごした軽度の障害の認定を受けてた時期もあったとか、屋根に登って落ちたとか、自転車で池の氷が張った上に乗ってそのまま真冬の池に沈んでしまったとか、中学生の時に車をちょっと敷地内で運転して廃車にしてしまったとか、いろんな命に関わるような大怪我からやんちゃなこともやったんです。なので余計ほらオートバイに乗ったら大変なことになると、親だったら、私が逆の立場だったら、バイクの免許を取ってバイクに乗るったらもう絶対やめときゃ危ない、命が危ないって思うがゆえに反対をしたでしょう。でもそういう意味で当然その危険ということも分かってオートバイにこの人は乗るんだということを手放しで喜べる親ではないかもしれませんけれども、でもね、認めてもらったんだ。自己責任で乗れよっていうことですよね。それをいいとも悪いとも言わずに、免許は一つでも多く持っておいて損はしないよなっていう、これがね、ものすごい自分が認めていただいたような気がして、ものすごく嬉しかったんですね。それ以上でもない、それ以下でもない。だけども自分は大人になっていく過程で小さい時とは違って認めてもらったんだっていうね、すごくそれが嬉しかったことがあります。で子供ってどこでそういう感覚を得るのかっていうのが、それはもう本当にいろんなケースであるんでしょうけど、ってお父さんお母さんに信頼されてるんだっていうことを子供は感じた時に、逆に絶対に大怪我できないなって、バイク乗って危ないことはできないなって、親を悲しませるようなことはできないなって、この認めてもらった以上はちゃんとしなきゃなっていうふうに、なんか責任感が出てきたりするんですね。みーちゃんさんがどういうことでお子様のことで悩んでらっしゃるかわからないんですけど、またどういう関係を今娘さんと距離感とか関係にあるかわからないんですけど、とにかく親が子供に対してできることというのは、小さい時はスキンシップも大事、それから食べ物、住む家、安全に快適に
生活できるという環境、それから最低限の礼儀、人様に迷惑をかけないということ、人として大切なこと、それとある程度の年齢になってきたらあなたのことを信用している、そのような言葉と態度を示してあげること。もう子供でないんだから、これまで口やかましくいろんなことも言ったし、親として完璧ではなかったかもしれないけれども、あなたにできる限りのことを不器用なりにもお母さんなりにもやってきたと。ただこういうことだけは、こういう人にだけはなってほしくない。でもそれ以外のところはもう自分で考えて、自分で判断して、自分でいずれは生きていかなければいけないんだから、あなたのことを信頼する、あなたのことを信頼するという、少しずつあなたを手放していくという準備と練習をお母さんもやらなければいけないわけですね。またそのように子供にあなたのことを信頼するということを繰り返し伝えていく。そのことによって子供もその言葉を受け止めて、そして責任ある行動とか、それを認めてくれた親に対してね、その悲しませるようなことはしないぞと思ったりするもんなんです。みーちゃんさんのご質問に対しての言葉に回答というかメッセージをくださいということだったので、お力になっているかどうか分かりませんけれども、ぜひお子さんに対して、それは大人だって完璧な人間はいないわけですよ。みーちゃんさんだってそうだと思います。ましてや子供、成長過程にある子供たちですから、いろんな失敗もするでしょうし、いろいろな親から見ていて、望ましくないような言動もするでしょうけれども、根底においてね、あなたを信頼している、あなたのことを信じているよ、そのような親のメッセージ、それから親の姿勢を見て、子どもたちはそれを自信とし、それを糧として成長していくものだということを、こういう子どもたちに対しての親からのお悩みというものに対してね、私もいろんなケースを見させていただきましたけれども、最近そのことに尽きるのかなと。あなたを信頼しているということを言い続ける。そしてそのような姿勢を貫いて子供を見守る時は黙って見守る。ぜひそれを処方箋としてなさってみてください。当然学校の先生なさってるのでね、当然その子育てのこととか、またそういう人間の心理についても勉強なさっていると思うんですけれども、最終的に誰かに認めてもらう、親に認めてもらう、人様から、世間から認めてもらう、それができなくても自分が自分を認められる人になってほしいと、先生として親として願ってあげてほしいんです。他の人にどんなに蔑まれても、自分が自分のことを人間としてきちんと認めてあげられる人、それを常に模索して子供には育ってほしいと、そういう願いを持ってお子さんに接してあげていただきたいと思います。大丈夫です。応援してます。頑張ってください。